こんにちは、ドロです。皆さんは投資に興味はありますか？興味があったらどこから投資をしたいですか？このチャンネルでは中高年初心者を対象とした世界の株価指数、それからコモディティ商品、金とか銀とか農業商品ですね。たまにビットコインといった仮想通貨、いろんな銘柄を安く楽しく投資をして皆さんと一緒に学べるチャンネルということで考えています。概要欄の方にチャート名、それから、証券会社の方をね、貼ってありますので、よかったら参考にしてください。それから銘柄とか操作方法のリクエスト、コメントもあれば嬉しいです。このチャンネルに共感できるよ、応援したいよっていう方いらっしゃればぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さて今日のタイトルです。今、コーンの収穫の様子の、動画を流しております。ということで、ちょっと久しぶりに私の方でコモディティのテクニカル分析をいろいろやりたいなと思ってます。だいぶちょっとね、溜まってきたというかテクニカルをやってなかったので、で、その前に、コモディティの考え方っていうのを先日実は高橋ダンさんの方がアップしてたので、それをちょっと参考に、コモディティとは何ぞやみたいなところを含めて、テクニカル分析もしたいので、もし購入のチャンスがあれば考えていきたいなと思っております。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。はい。それでは高橋ダンさんの切り抜きの方から、コモディティの基本的なことの、考え方ね、を説明をしていただきたいと思います。コモディティなんだこれは？興味ない？それともちょっと難しい？いや、私は投資に興味あるけど、株、FX 十分だ。これだけで十分だよ。なんだよコモディティ。仮想通貨なんとなくわかるけど、なんでコモディティなんか投資しなくちゃいけないの？今日はコモディティが一体何なのかと説明してから、なぜコモディティに投資する理由があると僕は思うのよ。長期投資だけではなく短期投資、コモディティというのは動き方が株、FX、債券、仮想通貨ともどれでも似ていないすごく特別な分野で、特に日本で一番よく分かってない、とても複雑に考えられている皆さん。ちょっとここでストップしますね。コモディティの方ですけども、ここから種類の方も話していきたいと思います。少し飛ばします。はい、ここからスタートします。まずはコモディティの基本から始めたいと思います。コモディティで基本なところで多分一番重要なところは、まず皆さんコモディティの分け方ですよね。はい。コモディティというのは我々が毎日使っている、商品、いろいろとありますね。食べているものでもありますし、エネルギーで使っているものもありますし、はい。エネルギーも、金属も貴金属も、それも、農業商品とかろうか、我々毎日が使っている、これは天然資源とも言えるもの、とにかく自然と関連して、取っているもので、これは金融商品として、取引と投資が行われてますし、このコモディティという分野、まず大体ハードコモディティとソフトコモディティの2つに分かれてます。これはハードとソフト。どこの誰でも多分分かりやすい。ソフトというのは、押してみれば、これ柔らかいねというもので、本当の簡単な説明。特にここは農業商品とか、家畜とかそういうものですね。ハードコモディティが触ってみれば硬い。金属とかそういうものですね。はい。このコモディティの分野を分けてみると、特に金属の方は2つに分かれていますね。特にここは貴金属と金属です。貴金属はゴールド、シルバー、プラチナム、金、銀、プラチナと実はパレディウムもあります。今、世界でマネーサプライが溢れている中では、金の価値観は上がっています。なぜかというと、金は伝統的なもの、とても採掘しにくいもの、昔からのお金です。歴史を見ると、マネーサプライがすごく高くなると、金も上がりやすいという状況です。ちょっと一回飛びますね。ダンさんがまず必要性で言いたいのは、例えば株で暴落するときに、それから仮想通貨の値動き。で、また、コモディティの値動きっていうのも違う動きをするんですね。だから投資の場合に、こっちが下がってればこっちが上がってるよとか、
その分散投資をするときだとチャンスはたくさんあるわけですね。で、いろんなアンテナを張っておいて、分散投資の一環としてコモディティを選んでいます。わかりやすいのが金とかは割と株と反対というか、どっちかというとこれ逆相関したりとか、そういう値動きをするので、コモディティはとてもチャンスが多くなるっていうことを言いたいんだと思います。はい。ちょっと、ここから、進めてみますけど、今は株とコモディティの割合を見ると、今はコモディティはすごく割安です。これがゴールドマン・サックス組指数と SP500 アメリカの米国株の割合を見たチャートです。50年間のチャート。今は上がり始めたばかりなんですね。ですけど、これ上がり始めたばかりで、歴史的に見ると、この比較を見ると、まだコモディティはかなり安いということなので、皆さんも長期的に保有するべきで、しかも20から 40%。ちょっとストップしますね。実は、この長期投資のコモディティについての ETF っていうんですけど、なかなかそのいい品がない。CFD の取引でレバレッジを低くしていろいろやればいいですけど、でも長期にならないんですね。なので、まだ実はコモディティについては中期とか短期になりがちなんですけども、アメリカの農業の ETF、なんだったっけ？ ETF で AGE だったかなぐらいしかわからないので、また IG 証券とか言ってね、調べてみたいなと思いますけど、それでは後半になりますけども、私の方で今扱っているいくつかのチャートを説明していきながらコモディティのテクニカルをアップデートしていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは後半ですけど、チャートの方を中心にやっていきます。で、今日はですね、自分も買いたいと思ってるので、説明が下手くそになるかもしれませんが、たくさんのテクニカルをやっていきたいと思います。まず、ちょっと紹介だけさせてください。私の方で今、考えているテクニカル、よく見てるチャートですけども、金と銀、銅、プラチナ、パラジウム、たまにだなこれ。アルミニウム、たまにですね。ニッケル、原油、それから天然ガス、小麦、トウモロコシ、大豆、お肉はあんまりやらないですね。木材、コーヒー、あとたまにこのオレンジジュース、オート麦はやらないなくらいですね。何個言ったんだろう。チャートを見て楽しい方とかは、いろいろ動きがあるなと思えるかもしれません。それでは、金の方からやっていきたいと思います。これ金の4時間足です。下限ラインがちょっと止まってます。ここまで来ましたね。最近ちょっと上げてきましたね。一時期ここまで金スポット。ETF の方買ってるんですけど、まだ上がってきてません。ちょっとこれ下限ラインにタッチしているので、見た感じ、と危ない気もします。1805ですね。そうですね。これはリスクリは、もともと金はやっぱりボラティリティが高くて、短期売買するのはすごい難しいので、今のこの水準を見ると、上がってはいるんだけども、ちょうど下限ラインのこのサポートにタッチをしているので、買いは難しいですね。売っていく方向かなと思いますけども、一応チャートの方の線はこんな感じでいいかなと思います。はい。次に行きますね。シルバーです。シルバーは4時間足。はい。下降トレンドはいい感じになってますね。で、上昇トレンドは入っていないのでちょっと入れます。上昇トレンドこれで。銀はいいですね。っていうか割安で今この水準を突破してくれればいいですけど、これリスクリワード入れますね。ロングポジションでいきましょう。この水準、ここサポートされてるので、レジサポ転換としてここに入れます。そうですね、ロスカットはこのあたりか。で、
ちょっとこれ、そうですね。リスクリワードが今悪いな。1対2で設定すると、このリワードが1対2で結構無茶なところにありますね。入れてはみたものの、損切りラインはここでいいと思うんですけども、ちょっと会話、まだ、もうちょっと下げ、そうです。ちょっとこれ保留ですね。じゃあ次行きます。バチバチと行きます。銅ですね。銅の4時間足になります。銅はね、そう、IG 証券の方でちょっと試したんですけど、ボラティリティが高くて、結構難しかったんですよね、銘柄的に。今が金と似てますね。かなり下げて、ちょっと戻してきてる感じです。下落トレンドが随分いじってなかったね。ずらします。このトップの位置から、いやー、これもテクニカルっていうか、レジサポ転換するだけでもかなり急落してましたね。ちょっと、怖いね。で、上昇トレンド、ここか。これで一回、サポートされている位置。すごい、なんだこの落ち方。8月19日めちゃくちゃ落ちてますね。銅はね、ちょっと苦手意識があるのかな。引いては見たものの、位置的にはもう一回ここで落ちてくる可能性もあるので、下落トレンド中な感じもしますよね。落としてまた上昇トレンド乗ってこればいいんですけど、まだちょっとトレンドが下かなっていう感じですね。はい。それでは、次に原油ですね。原油はね、そうですね。どこだっけ？7月の終わりからずっと下がりまくって、まだ下落トレンドとして見てると思います。もうでも下がりすぎだろうっていうぐらい下がってるので、コロナのデルタ株の影響もあるんですかね。下落トレンドをこの頂点から持っていきます。上昇トレンドは、上昇トレンドない。上がったり下がったりしてない。下がって戻して下がって戻して。もうこの位置。今では全く買うチャートというか。でもここの下落トレンドを試したら、この位置か。いやー、それでもここまで下げてるからストップロスがまだ下げる。まだ下げそうですね。こんなところで買っとったら、やっぱポジションが良くないですね。この、8月の13日あたりからショートを入れればよかったかもしれないですけど、ロング、買いはまだちょっと下落トレンド中なとこもあってダメですね、これは。ちょっとこれ紛らわしいのでします。はい、次天然ガスですね。天然ガスは気候にすごい左右される。エアコン考えてもいただければ一番わかりやすいです。で、すごい暑い時期が今年アメリカの方であって、それで一時期、ここですね。8月4日、こっちが7月26日。これがね、もう5年来ぐらいの高さでした。上がっていたんですけど、やっと気候も落ち着いて、1回落としてきて、で、また少し伸ばしてきてる。ただ、春と秋は比較的気温とかも穏やかになるので、ここから下落トレンドになっていくのではないかな。上がり下がりが激しいので、本当に慎重にやらないとすぐにロスカットされて損こいっちゃいます。そうですね。下落トレンドかもしれないので、やるんだったらこの今のレジサポラインが 3.9 のところからショートを入れるならちょっと面白いかなって気がします。一回ちょっとショートのリスクリワードを入れてみます。この水準です。今ちょうどいいかもしれないですね。ショートなら。そうですね。リスクリワード1対2でここですもんね。ちょっと一つ、天然ガスのショートをしたいなと思います。ちなみに自分が今想像したショートエントリーの位置が、このサポートラインを落ちていって、下手くそです。すいません。ショート赤。ロングの場合は、ここで跳ね返って、この上昇トレンドに乗った場合ということです。トレンドがそうですね、この位置。円じゃねえわ、3.6 ドルか。全然
この位置が高かったので、まだまだトウモロコシです。安いと思います。ちょっと4時間足で見ると、いつだっけ ?6 月。これやっぱトウモロコシ季節見ないとわからないですけど、これから収穫時期なのかどうかっていうのもやっぱ農業商品ってありますよね。6月末からこれ先物の関係かな、えらい落としたんですよ。そっからずーっと底辺這いずり回っていて、今の位置、昨年の春、やっぱりこれ春から夏にかけての商品なのかな。テクニカル上で見ると安い位置にいます。一応下落トレンドとしてはここ。それから上昇トレンドを、ここで見ますか。そうですね。これ水準が違う。そうですね。今、この位置が、ここですね。今の 537.2 の位置が、ちょうどこのサポートされてますね。3月15日。このサポート割ったらドーンと落ちるかもしれないですけど、これ結構硬いサポートだと思うので、このサポートラインに沿って買いをしてもいいんではないかなと思います。サポートラインで買った方がいいかというと、みんながこういうサポートライン、テクニカルを見て、ここまで下がったら反発するなって、その値動きを見るときには、たくさんの人が、ここ買いかなとか見るポイントを一緒に見れたらいいですね。だからたくさんここで止まってるので、そうですね。534近辺。このあたりで買ってもいいんじゃないかなと思う。一回落としてますよ。8月23日っていつだ？ちょっと前。で、今はちょっと上げてるんですね。落としてくるだろうか。ちょっとリスクリワードを入れます。ここでリスクが、そうですね。この1月の底抜け。そうですね。ちょうどいいね、このリスクは。479。リワードが、これ難しいな。ちょっと待ってくださいね。リワードこんな高くていいのかな。いや、ちょっとこれは高すぎるな。上がるかな、ここまで。ちょっと待ってください。リスク、ここまで限定して、リワードがこのチャートの、そうです。これも1、2ヶ月持ちたいっす。でも、安い位置にいるとは思います。そうですね。この上昇トレンドラインに乗るんだったら、10月の初め頃、1ヶ月ぐらいは持って上昇するかを見たいですね。はい。次。大豆ですね。大豆落としてるね。大豆とトウモロコシは収穫時期とかあるかもしれないので、見ないといけないですね。ドルの関係もね、あるんですよね。出来高がすごいね。えらい売られてますね、これ。いつだ、こんな。8月、お盆過ぎてからドドドドーっと売られてますね。下落トレンドがこう。ちょっとこれ下落トレンド違うな。もうちょっと上だな。ここから見て、この一番直近この上なので、ここから、はい。で、上昇トレンドがまたこれもちょっと違うので、直近だったらここだな。今下がりすぎですね、これ。そうですね。上昇トレンドに乗るためにはここですね。この位置から上がって。そうですね。これ、大豆は今安いから買いじゃなくて、ちょっとまだ下がる恐れもあるので、上昇トレンドに乗る位置、逆差し値って言って、これをちょっとリスクリワード、この位置、この高さまで上がってきたら、上昇トレンド、このね、上昇トレンドに乗るので上がっていくだろうと。どんなものでも安いから買うっていうだけではなくて、こう下がって上るときに買うっていうやり方もあります。で、これリスク、ここまで上ってきたらなので、ちょっと今買えないですけど、でも大豆は見といた方がいいなと思いました。ここまで上ってきたらリスクがここで、リワードが2いかないな。1.8 1対8ぐらいですね。そうですね。この水準までですね。そうですね。ちょっとこれは保留ですね。最後、小麦ですね。小麦はなんでか高いです。4時間足を見てますが、昨年の5月がピークです。落としてて、今年の7月からどんどんと上がっていきました。これ多分買ったんだな、これ。IG 証券で。利確って書いてありますもんね。そうですね。この登っていくとき買いましたね。で、今ですけども、頂点から、そうですね、このライン、ちょっと長いな。
はい。から上昇トレンドも、ちょっとリスクリワード置いといて、だいぶ、こんなところありますけどね。上昇トレンドを、ここから、おや？上昇トレンドが引きにくい。上昇しきって下がり始めてるっていうチャートに見えます。ちょっといいですか？これちょっと長すぎですね。本来だったらもっとチャートたくさん線引いたりとかやってますけど。はい。いや、これはロングじゃないですね。ショートポジションのこの位置ですもんね。ショートのリスクリワードです。そうですね。ちょっとこれショートエントリーで IG 証券で試してもいいな。小麦の収穫とかもう一回ファンダメンタルちょっと見るか。農業商品はやっぱりちょっとファンダメンタル見ておいた方がいいですね。リスクリワードもちょうどいいっすね。今の位置、そうですね。もうちょっと下げますか。ちょっと、ショートはいいけど、いや、ちょっと待ってくださいね。このサポートラインでいいか。ちょっと上がってきたこのサポートライン、レジサポ、ここも効いてますもん。あ、そうですね。レジサポラインをちょっと変えて、あ、しまった。今日アラート入れてねえわ。アラートを忘れてしまったので、後からこのアラート入れます。で、ここです。ここですね。本当は損切りラインはこの辺りがいいんですけどね。そうですね。ここに持ってって、そうですね。これで 1.85 できます。で、アラートをこの位置で鳴らします。736.6 で、はい。で、アラート。ですね、もう全然解説になっていませんが、今8個テクニカルを見させてもらったんですけど、トウモロコシのロング、買い、小麦のショート、GMO クリック証券と IG 証券の方のエントリーもちょっとやってみたいなと思っています。はい。テクニカルが長くなったので、一回ここで終わって、別の動画でね、エントリーの方も出していきたいと思います。はい。今日はどうもありがとうございました。